800年前よりゴシック建築の傑作と謳われてきたフランス最大の大聖堂、アミアン・ノートルダム大聖堂。1981年、人類の創造的才能を表現する建築物として、そして1998年、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の一部としてユネスコ世界遺産に2回も登録されたフランスが誇る大聖堂です。今回はこのアミアン・ノートルダム大聖堂を紹介しましょう。それでは皆さん、お庭。全長145メーター、高さ 42.3 メーター。シャルトル大聖堂よりも5メーター高く、パリの大聖堂と比べると9メーターも高い。教会内部の体積は20万立方メートルでフランス最大です。主神路では30本の柱が規則的に並び、石の天井を支えています。均整の取れた幅と高さのプロポーションは美しく安定した印象を与えています。大聖堂の入り口付近、人が横になった13世紀のブロンズ像が2つあります。彼の名前はエヴラー・デュ・フイヨア。大聖堂建築を決定した当時のアミアン司教です。とんがった帽子、ミトラは司教の印。背後には彼が建てることにあるゴシック様式の大聖堂。悪を象徴するドラゴンを踏みつぶし、悪に勝利したことを示しています。1118年、かつてここにあったロマネスク様式の教会は火災によって全焼してしまいました。エブラール司教は建築家、お金、職人、建築資材を確保して火災からたった2年後、1220年、大聖堂建築工事を開始しました。残念なことに工事開始から2年後、エブラール司教は亡くなってしまいます。その後を継いだのがもう一つのブロンズ像で表現された司教ジェフロワ・ドゥです。2人の司教は大聖堂建築を担った人物として教会に埋葬され、この大画像は彼らの墓石となっているんです。フランス革命あるいは戦争中、国内のあらゆるブロンズ像は武器にするために溶かされてしまいました。しかしこのブロンズ像は聖職者たちによって隠され、破壊を免れることができたんです。13世紀に作られた大型のブロンズ像、フランス国内に2つしかありません。その2つこそこのアミアン大聖堂の2つのブロンズ像なんです。主神路の構造はアーケード、トリフォリウム、ステンドグラスがはめられた高窓の3階構造で形成されています。天井は肋骨のついた交差球流になっていて、天井の重さを柱に伝えている。ただ肋骨が柱に修練する場所はほぼガラスで構成された高窓の部分ですよね。一体どのようにして石の重たい天井をこんなに薄い壁で支えているんでしょうか。その秘密は主神路を囲む側廊とその外側に隣り合って設置された礼拝堂の屋根の上に隠されているんです。今回特別に側廊の屋根の上に皆様をご案内いたしましょう。礼拝堂の隠し扉から登っていきますよ。それでは皆さん、お庭。側廊の屋根の上にやってきました。側廊の柱、礼拝堂の壁はそのまま上に伸びているのがわかりますよね。そしてそこから突き出た梁が天井を外側から支えているんです。この梁はゴシック建築の特徴の一つで飛び張りと言います。飛び張りはステンドグラスがはまっている高窓の中ほどに接している。この接面部分がちょうど天井の肋骨が柱に修練する部分と対応しているんです。天井の交差球流と飛び張りで壁の負担を最小限に減らしていく。そのようにして大きなステンドグラスの設置が可能になっているんです。側廊の屋根の高さはちょうど2階部分の
トリフォリウムに対応しています。今回特別にトリフォリウムにも皆様をお連れしましょう。それでは皆さん、お庭。トリフォリウムはアーケードの上、地上21メーターにあります。ここに立つと一番下のアーケード、私たちがいるトリフォリウム、その上のステンドグラスと教会の3階構造がよくわかりますよね。トリフォリウムは教会の周囲をぐるっと巡った人一人が歩けるほどの狭い通路になっています。地面、鉄のバーが見えますよね。これで教会の周囲を巡らせて、さらに細長いバーを壁側に随時差し込むことで大聖堂の構造を補強しているんです。ステンドグラスもほら、こんなに近くから見ることができますよ。ゴシック様式は1130年頃生まれ、100年かけて3階構造や飛び張りのシステムなどを定着させていきました。ゴシック様式が定着した時代を古典的ゴシック、ル・ゴシック・クラシックと言います。この後、ゴシック建築はより光を取り込もうとする方向に進んでいくんですね。天井を支える構造が改良され、ステンドグラスの数は増えていく。バラ窓はより大きくなっていきます。1230年から1350年頃に起こったこの動きを光り輝くゴシック、ル・ゴチック・レイヨノと言います。古典的ゴシック時代に建築された主心廊部分のトリフォリウムには窓がありません。一方で光り輝くゴシック時代に作られた後陣部分のトリフォリウムにはステンドグラスが設置されています。アミアン大聖堂の建築の中に古典的ゴシックから光り輝くゴシックへの移行そのものを見ることができるんです。壁一面に設定されたバラ窓も光り輝くゴシックの特徴です。北側のバラ窓は13世紀終わりから14世紀にかけて作られたもので、中央に五芒星があしらわれた珍しいデザインになっています。南側のバラ窓はより後の時代、15世紀後半から16世紀にかけて作られました。祭壇の真上、教会の東側から大聖堂全体を眺めています。美しいですよ。祭壇の床は色とりどりのタイルで装飾され、その他の部分は白と黒のタイルで様々な幾何学模様が作られています。主心廊の中心、迷路がありますね。中世において大聖堂の床に迷路をあしらうことは頻繁に行われていたことでした。シャルトルの大聖堂にも迷路がありましたよね。アミアンの迷路は大聖堂完成の1288年に作られ、19世紀の終わりに修復されました。私たちも黒い敷石たどっていきましょう。何度も方向を変える童貞は救いに至るまでの人生の複雑さを象徴しています。しかしこの迷路には行き止まりはありません。道はただ一つ。途中で止まらなければ必ず中央の石まで行くことができます。目的を見失わない大切さ、諦めないことの重要性、そんなことを教えてくれます。中心の石には4人の人物が表現されている。大聖堂の建築を決定したエブラール司教と3人の建築家たちです。定規を持っているのが最初の建築家、ホベー・ドゥ・ルザフシュ。その後を継いだのがコンパスを持っているトマ・ドゥ・コルモン。さらにその後を継いだのが大聖堂の見取り図を持っているフノ・ドゥ・コルモンです。彼らは長い研究と数々の経験を経て大聖堂の建築家になることができました。この迷路は長い童貞を経て巨大建築を建てるに至った専門家たちへのオマージュでもあるんです。18世紀後半に作られた説教台です。ここから神父たちは信者に向かって説教をしたり、新約聖書の解説を行いました。金箔と石膏で塗られた木造の説教台で螺旋型の階段が設置されています。台を支える人物は神学的美徳を表す偶像で、天を見上げる希望、聖杯を手に持つ信仰、
子供と一緒にいる慈愛になっています。中でも特に重要なのが慈愛です。これは神の愛と同時に隣人愛も意味します。屋根には天を指さす天使、本を抱え、ホーク、ファーク、エット、ビベス。その通り行いなさい。そうすれば命が得られるとあります。これはルカ10章、良きサマリア人の例えの中の一節で、隣人を愛しなさいという文脈で使われた言葉です。まさにこの代から神父たちは隣人愛を説いたということなんでしょう。こちらは13世紀半ばに作られた聖母子像で、もともとは南側の門を飾っていました。黄金色に塗られていたことから18世紀以降、黄金のマリアの愛称で呼ばれています。聖母は左手でイエスを抱き、優しい微笑みで見つめています。重心を左足にかけて軽く腰を入れている自然な立ち姿、とても人間的ですよね。この彫刻は中世において聖母が人間的に表現され始めた最初の例の一つで、美術史において重要な作品となっています。こちらの祭壇はピュイ・ノートルダムという14世紀後半に設立されたアミアンの有名な新人会の礼拝堂です。芸術と文学の愛好家が集まった新人会で、毎年2月2日、聖母に捧げたポエムを披露していました。そのテーマに沿ってピュイと呼ばれる大きな記念祭壇画も毎年作っていて、この祭壇に奉納していたんです。215枚あった祭壇画は保存場所がないという理由で、18世紀半ばその大部分が破壊されてしまいました。祭壇画のいくつかはピカルディ美術館で見ることができます。ここが大聖堂の中心部分、祭壇です。正面にあるグロワールという祭壇飾りは18世紀バロック様式で作られました。中世の時代、祭壇は閉じられた空間で限られた人間しか入ることができませんでした。入ることができたのは大聖堂の運営と行政を司るシャノワンヌと呼ばれる司教座聖堂参事会員の人々、そして個々の礼拝堂でミサ、典礼を行うシャプランと呼ばれる聖職者たちでした。彼らが座る木造の椅子をスタールと言います。アミアン大聖堂では16世紀初頭に作られたスタルの傑作が残されています。座る部分は2階構造になっていて、地位の高いシャノワンヌは上の段、シャプランが下に座ります。あらゆる場所に彫刻が施されており、表現された人物はなんと4000人以上と言われているんです。そしてその彫刻がとっても素敵なんですよ。座る部分、ミゼリコルドは旧約聖書のエピソードが漫画のコマのようにして語られています。例えばこちらは旧約聖書モーセのエピソード。シナイ山に登ったモーセは戒律が記された石板を神から受け取りました。一方でイスラエルの仲間たちは黄金の子牛を作って禁止されていた偶像崇拝をしていたんですね。怒ったモーセは石板を叩き割ってしまいます。そして黄金の子牛も破壊しました。本価値持ってますね。その後モーセはシナイ山に戻り、神に詫びを入れに行きます。神と交渉してなんとかもう一度石板に戒律を刻んでもらおうとしているんです。よくできてますよ。こちらの手すりには収穫の場面が表現されています。収穫した麦を束ね、棒で叩きながら脱穀。こちらは実で風を起こしながらもみ殻を取り除いているところです。今度は麦を袋に詰めていますね。最後に小麦袋を倉庫に運び込んで収穫終了です。倉庫の前に立ち、一連の作業を監督する地主。収穫作業が生き生きと表現されていますね。こちらは新約聖書、聖母マリアの物語です。物語の始まりは様々な象徴に囲まれた若きマリアから始まります。上部には父なる神、中央には若き聖母マリア、
彼女を象徴するものとして月と太陽、ダビデの櫓と海の星、百合の花、園の泉と汚れのない鏡、バラと生ける水の井戸、そして閉じられた庭。こちらはイエスが弟子たちの前で初めて奇跡を起こすエピソード、カナの婚礼です。婚礼に招かれたイエス一行、ワインがなくなったらしいわよとマリアはイエスに告げます。テーブルの上には食べかけのパン、ワインの入ったグラス、ナイフなど細かく表現されています。イエスは召使いに水がめに水を満たしなさいと告げました。彼の前にはなみなみと液体の入った水がめが見えています。この水がワインに変わったというのがこのエピソードのテーマですね。机の下も見てください。食べ物が入った入れ物、骨をかじっている犬、床のタイルも表現されています。肘掛けの部分は聖書とは関係ない世俗のテーマになっていて、16世紀に来た商人、職人たちの日常が彫刻されています。カンナを持った大工さん、水浴をする女性、結構大胆に体洗ってますね。テーブルに料理を運ぶ居酒屋の主人、杖を持った旅人、洗濯女、薬草をすりつぶしている薬屋さんに、袋からフルーツを取り出す果物屋さん。何時間見ても飽きない、そんな魅力ある彫刻にあふれています。祭壇の外側に行きましょう。洗礼者ヨハネをテーマにした浮き彫り彫刻があります。洗礼者ヨハネはイエスに洗礼を施した人物ですが、その後領主のヘロデ王に投獄されてしまいました。というのは、ヨハネはヘロデ王は実の兄を殺害し、彼の妻を自分の妻にしていると批判していたからなんです。ヘロデ王も妻のヘロディアスも耳障りなことを言うヨハネを殺したい。しかし民衆の指示を受けているヨハネを理由なしに殺すことはできません。そんなことしたら市民が反乱を起こします。ひとまずヨハネを牢獄に入れて縛っておきました。さて、ヘロデ王の誕生日、盛大な祝宴が行われていました。ヘロディアスの娘サロメが王の前でダンスを披露します。官能性の象徴、美しい髪の毛を手に持っている。つまり王を誘惑しているということ。ペットの猿は娼婦の暗示です。踊りに満足したヘロデ王は、欲しいものは何でも与えようと招待客の前で大見栄を切ってしまいました。何がいいかしらお母様と相談したところ、ヘロディアスは娘をそそのかし、ヨハネの首をお盆に乗せてくださいと言わせました。ヘロデ王は困ってしまった。だが客の手前、拒むこともできなかった。人を使わせて牢の中でヨハネの首をはねさせました。望み通りお盆に乗ったヨハネの首を見て気絶するサロメ。ヘロディアスはよほど憎かったのか、ヨハネの生首の眉間の部分にさらにナイフを突き立てています。なぜ洗礼者ヨハネの物語がここで語られているんでしょうか。それはヨハネの首はアミアン大聖堂にあるからなんですよ。この四つ葉飾りの中にヨハネの処刑後が描かれています。アミアン近郊で活躍していたシャノワヌが第4回十字軍に参加、コンスタンチノープルで略奪に参加して、洗礼者ヨハネの首をアミアンに持って帰ってきてるんですね。ほら、お盆に乗ったヨハネの首をアミアンの司教に渡してるじゃないですか。まとめますよ。1206年、アミアンに洗礼者ヨハネの首が到着しました。1218年、大火災によってそれまであったロマネスク教会が全焼します。そのたった2年後、1220年、大聖堂建築が開始されます。大聖堂建築がすぐに始まった理由がこれなんですよ。1206年以降、ヨハネの首を奉納するのに値する聖堂を何としても作らなければいけない。アミアンの聖職者たちはずっと考えていたんでしょう。さらにヨハネの首を巡礼者たちがひっきりなしに拝みに来てお布施もしていきます。お金もあったわけですね。1118年の火災は
教会再建のまたとないチャンスだったと考えられるわけです。現在、ヨハネの首はヨハネの祝日である6月24日から数ヶ月間、大聖堂で公開されています。眉間にはヘロディアスが刺したナイフの跡があるとかないとか。さて、祭壇の近く、×が付けられたタイルがあります。これは第一次世界大戦の折、屋根を突き破って落ちてきた爆弾の場所を示しているんです。しかし、爆弾は爆発しませんでした。その真上、ちょうど突き破ってきた部分は修復されているので、その部分だけ白くなっていますよね。もし爆弾が爆発していたら、祭壇のスタルも祭壇を囲む浮き彫り装飾も多大な被害を受けていたでしょう。不発で終わったのは単なる偶然か、それとも洗礼者ヨハネのご加護だったのか、これも答えのない問いです。それでは最後に66メーターの高さを誇る北の塔に登って大聖堂からの素晴らしい眺めを紹介いたします。それでは皆さん、お庭。まずは150段の階段を登って中間地点、西側のバラ窓までやってきました。石の一部は修復されてきれいになってます。南風が当たるので石灰岩は少しずつ侵食していって削れていってしまうんだそうです。こんな間近でバラ窓を見る機会、一体人生で何回あるんでしょうか。高い部分にある石灰岩のところどころ火打ち石が混じっているんですよね。混じり物がある純度の低い石灰岩は値段が安いため、細部が見られない上部などで使われているそうです。それではさらに上、大聖堂の塔の最上階まで行きましょう。ついに地上66メーター、北側の塔の屋上に到着です。アミアンの街が一望できます。今私たちがいる北の塔は15世紀初頭に完成しました。向こうに見えるのは南側の塔です。14世紀半ばに完成し、私たちのいる北の塔より少し低い61メーターになっています。先頭をご覧ください。16世紀に作られたもので、パリのノートルダム大聖堂が19世紀に修復された時、この先頭をモデルにしてパリに先頭が付けられたんですよ。2019年の火災によってパリの銭湯崩壊してしまいましたけども、まさにその銭湯のモデルとなったのが今目の前に見えている銭湯なんです。800年の歴史を誇るアミアンノートルダム大聖堂。高さ、美しさ、そして明るさを求めた大聖堂は、フランス革命、2度の世界大戦における被害を免れた奇跡の賜物と言えるかもしれません。アミアンを訪れる際、ぜひこの大聖堂に時間をとってその素晴らしさをご堪能くださいませ。今回はお庭にご参加いただき誠にありがとうございました。また次のお庭でお会いしましょう。それでは皆さん、ありがとう。